んにちは、メイです。今回からオランゼ島シーズン3が始まります。島のテーマは神秘的×水浸し。学生が猫と一緒に異世界に紛れ込むようなイメージです。夢の島で作っていきます。新しいシーズンが楽しみな方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。夢の島の大きさは大きめ、右上のものを選びました。今回作る範囲はここ。オランゼ島と河口のみ一緒です。サラ地下が終わらずに新シーズンがスタートしていきます。新しいシーズンで使おうと思っているマイルザはこんな感じ。トロントの道路を持ってきた感じですね。新作もあるので概要欄からチェックしてくださいね。一歩目を踏み出すための道作り。異世界への入り口ですね。下界からようこそとするために階段作り。上から目線の島クリエイトの始まりです。すぐにできてしまう階段、そう夢の島だからですね。左右対称になるように家具の飾り付け。左右一緒だと安定した場所に見えますからね。夢の島だと果物を植えなくてもこの大きさがキープできるのありがたすぎます。一手間も二手間も省略してくれる神アプデです。しかも成長途中のアジサイも選べてマジで神。獅子で神秘さの付け足しをしていきます。はい、出ました姫静か。光る花最高です。夜の姿はかなり神秘的になるんですよね。横向きもファサファサしていていい感じ。さて2段目作りです。とりあえず入り口を完成させるために少しだけ。まるで何十年もここにあるかのように緑を茂らしていきます。こういう昔からあった風なの神秘さには欠かせません。入り口の進捗です。ちょっと異界な雰囲気がしてまいりました。崖を作っていきます。このスイート動くの便利ですね。つなぎ合わせると崖前で踊ってるように見えますね。同じところの破壊と創造が少し消えた気がします。横幅12マス、縦何マスかは数えていません。いつも行き当たりばったりクリエイトなので、横幅12マスとかも言いつつさらに拡張し、私の計画性など初めから存在しなかったのです。2段目ができました。手前の狭いところから手をつけていきます。階段から一直線に道を敷いていきます。何かを導くような動線にします。右側には手洗いができる場所作り。みそぎの簡略化したものを作ります。今シーズン初めましての水浸し要因のマイレザ。水というよりマイレザの海ですね。緑の大地を埋め尽くします。基本的に2段目に水のマイレザをしかないので、橋の処理をどうしてくれようかと頭を悩ませています。圧倒的経験値の少なさが私を苦しめています。砂の地面を右側に埋め尽くします。波のマイデザインは作った本人でさえ敷くのが難しいので、なるべく大きめに砂地を作ります。やはり樽を知らなかった彼女はまた崖作りです。めんどくさがって小さく作りがちなので、大きめに作ろうと何度思ったとしても、久々だと学習したことを全部忘れている感じですね。岩も置き放題な夢の島。こちらは謎の岩のオブジェクトを作ります。気持ち海より盛り上がっている設定なので、周りを波のマイルズで囲っていきます。その後は透過ドットのない海で埋めていきます。臭いものには蓋をしろ、おかしなところには蓋をすればいい。そんな精神でコンクリのマイデザインを貼っています。例目が微妙なので後で直す可能性あり。石壁を立ててさらに隠していきます。ちょっと模様をつけて池っぽく。ここも変える可能性しかないですが、今日の心の安定のために橋処理をしています。みそぎを見守る女神像に手洗いの石の水受け。謎の岩ディスプレイ。伏線とかが書いてある場所ですね。手洗い場と謎の岩群ができました。遠くから見るとバランスが悪いので、下をもう少しわさわささせていきます。高さを出すために大きめサイズの木を置いていきます。もさもさ感も忘れずに。雑草も選べるのでかなり楽になりましたね。反対側も同じように飾り付け。左右対称っていい感じになりがちなのに、
考える手間が省けて楽なんですよね。さっきのに比べて2段目の木とのつながりができてかなり入り口っぽくなりました。一番奥を作っていきます。最初は左右に伸びる道作りから。この時なぜか余裕を持って3マス幅の道幅にしていますが、正直2マスの方が良かったかなと後で思いました。後悔しても直さない、そのまま前を向いて突き進む、そんな精神でやっています。崖の前でダンスタイム。崖を作りながらスライドダンスしていきます。ちなみに今回の島は和風にするのではなくて、日本の和とゼルダのファンタジーを融合させたいと思っています。こんな感じで敷けたので、次は1段目に海を作っていきます。砂浜を作る作業が地味に面倒だけど、頑張って砂地にします。本当の島のテーマは現実にありそうでない、ありよりのなしのちょっとずれた世界を目指しています。神社と猫の組み合わせがかなり好きなので、まだ出てきていませんが、猫を取り入れつつ、夏っぽさで学生も取り入れつつ、いろいろ融合しすぎて意味わかんない感じですね。ここが一番の正念場ですね。エッサホイサとのぶとい掛け声をかけながら、緑の大地を水に染め上げてしまうのです。途中にある石は目印でした。ちなみに余談ですが、オープニングの曲は昔懐かし系です。そして異世界に入り込むという勝手な共通点から、ムジュラの仮面を意識して作っています。そしてここはオランジェ島のパラレルワールドです。海に模様をつけていきます。オープニングの曲を知っている人がいたら、ぜひコメントしてくださいね。海ができたので、ついに飾り付けタイム。落下防止のための柵を立てます。誰もいない島ですが、人が住んでいる雰囲気作りのためですね。目立つところにズナウの認証門。押せと言わんばかりの配置です。鳥居との相性抜群で狂おしいほど対応したくなります。こちら側ももさもさっとさせていきます。鳥居に向かって背が低くなるように木の高さを調整。ちなみにここの神社のモデルは岩津姫神社です。兵庫県にある鳥居越しに海が見える神社として有名だそうです。縁結びなのにご利益があるのだそうです。調べた限りだと神社周辺も楽しそうなので、いつか行ってみたい場所が増えてしまいますね。ちなみにあくまでもモデルなので再現度は低め。鳥居越しに海しか合ってない感じです。最後にみんなの相棒デコイちゃんを飾って完成です。早くゾナーの認証門にタッチして試練を克服しなきゃとちょっと焦ります。オランジェ島の新しいシリーズはいかがだったでしょうか。チャンネル登録とグッドボタンがまだの方はぜひお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。Morning at the harbor, the air is clear. Like you always do, you say my name, then look away. Instead of an answer, I fix the brim of my head.